皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストではまた映画のお話になるんですけど、でも今日はちょっといつもと違って、私が映画を見るときにどんなことを考えながら見てるのか、そういう私自身のことについてお話ししていこうかなと思います。どういうことかというと、私は映画とかドラマを見るときに、例えば考え方が似てるとか、感じ方が似てるとか、そういう中身の部分ですね。中身の部分が自分に似てる人を探してしまう癖があるんですね。感情移入って言うんですけど、その人が感じていることを自分に置き換えて見るのが好きで、ちょっと難しいんですけど、なんか客観的に見るっていうのは、私はドラマとか映画に関係のない人、関係がなくて、ただただ作品をコンテンツとして見てるっていうのが客観性なんですけど、私が見てるのはもう入り込む。私はなんかまるでその映画にいる人っていう風に自分を置き換えて見るんですね。で、そしたら何が起こるかというと、めちゃくちゃ苦しいんですね。本当に。もう苦しすぎ。なんか例えば、私に似てる人っていうと、やっぱりたくさん考えてしまったり、たくさん傷つきやすい、ネガティブになってしまいやすい、気分のアップダウンが激しかったり、そういう人と自分を置き換えてしまうので、やっぱり自分自身もすごく苦しくなるんですね。自分の過去とか、自分の今の感じ方とか、そういうのが同じだから。でも、それ以上に学ぶことも多いんですね。救われること。救われることがすごく多いんです。例えば、どういうことかというと、私に似てるキャラクターがいて、その人がすっごく傷ついた。すごく傷ついて、どん底まで落ちた。でも、その人は、やっぱり映画とかドラマだからさ、上がっていくんですよ。落ちるとこまで落ちたらもう上がるしかないみたいな言葉があるんですけど、とにかくズドーンって落ちて、あとは上がるのみなんですね。そしたらやっぱり映画とかドラマを見てると、自分自身に似てるキャラクターが上がっていってくれるんですよ。私が自分の人生で上がることができてなくて、まだここにいる段階だとしても、私に似てるキャラクターは映画の中で上がっていってくれるから、私もその人を見ると、あ、自分もいつか大丈夫になるかもしれない。そんな風に希望をもらえるんですね。ホープ。ホープをもらえるんです。いつか大丈夫になるかもしれない。そんな風に思うことがすごく多いんです。で、ちょっと今から例を何個か挙げるんですけど、もうね、完全に映画オタク、ドラマオタクなので、もうこういう話をしたら止まらないんですよね。もう話したくてしょうがない。だから今日も話すんだけど、とにかく、最初にドラマをお話ししますね。ドラマ。ジニー&ジョージア。これは何回もおすすめしてるけど、はじめ、シーズン1の時は、シーズン1、2の時は、私は自分を、ジニーとマーカスっていう男の子に置き換えてたんですね。ジニーっていう女の子と、マーカスっていう、男の子に置き換えてたんだけど、だから別に、その人が私に似てる、私と同じ性別だとか、同じ年齢だとか、そういうことは全く関係なくて、ただただ中身が重なる部分が多いんですね。例えば、ジニーは
結構自分を傷つけてしまうところがあって、結構傷ついて、その傷ついたストレスから解放されるために自分を傷つけるんですね。そういうシーンがあって。で、私そこでもう号泣しちゃって、本当に自分に重なるんですね。なんか、全くジニーと同じことをしたっていうわけではないんだけど、私は結構メンタルですね。精神的に自分の心を傷つけてしまうんですね。正直に言うと。あんまり暗い話にしたくないから、今日はこの話は深くしないけど、例えば、私は幸せになったらダメだとかを思ってしまってたんですね。今はあんまり思わないけど、昔はなんでこんな私が幸せなんだろうとか、幸せになったらダメだとか、そういうふうに自分に言い聞かせて、自分を追い詰めてたんですね。だからそういう意味でも自分自身を傷つけるっていうことに対して重なる部分があって。で、マーカスもそうで、マーカスもすごく、悩みとかもあったり、自分を傷つけるっていうこともしちゃってたり。だから結構ね、重なる部分が多いんですね。とにかく。その二人とはすごく重なる部分が多くて。でもその二人も少しずつその壁を乗り越えて、どんどん楽になっていくというか、心が楽になっていくんですね。頑張って上がっていくんです。だからその二人を見てると、私も大丈夫になるかもしれないとか、そういうふうに思うことができる。でも、シーズン3でですね、変わったんですよ。自分を置き換えるキャラクターが。それが、マックスっていう、女の子なんですけど、その人はすごく明るいキャラクターで、いつも友達を笑わせてあげたり、いつも友達を助けたりするような、すごく優しい、明るい女の子なんですけど、でも本当はすごく心の中で抱えていたことがあって、私はもうそれをね、聞いたときに、本当に今までないぐらい泣きました。全く同じことを思ってたんですね。私も。なんかネタバレになるから言えないんだけど、とにかく、なんか、わかるってなったんです。めっちゃわかる。私もそう思ったことあるって思ったシーンが最後の方に出てきて、私はもうその瞬間に、マックスに置き換えましたね、自分を。マックスで合ってるよね、名前。待って。不安になってきた。マックスです、マックス。ですね。とにかく、そのキャラクターの年齢とか、社会人なのかとか、そういうのは全く関係なくて、ただただ中身を誰かと置き換えてしまうんですね、私は。で、置き換えてしまうとやっぱりすごく辛いことがあるけど、でもそれと同時に上がっていってくれるからものすごく救われる。それが私の映画の見方なんですね。ちょっと変わってるかもしれないけど、そんなに考えながら見てるんだって、ちょっと惹かれそうで怖いんだけど、結構ね、なんか考えちゃうの。なんか唯一の趣味だからさ、映画が。なんか、やっぱり、いろいろ感じたくて、泣くために見るし、笑うために見るし、もうそんな感じで、結構、中に入るんですね。で、他にも、すごくそういう自分のことを考えるのにいいなって思う作品は、トゥルーマンショーですね。トゥルーマンショー。これはトゥルーマンっていう男の人の話なんですけど、ジム・キャリーさんが主人公で、私ジム・キャリーさんがすごく好きなんですけど、とにかくこの映画では何を考えさせられるかというと、自分自身は
自分の人生を生きてるのかっていうことですね。誰かに左右されてる、誰かにコントロールされてるのではなくて、自分で考えて、自分で決めて、自分で全て判断して、自分が生きたい人生を生きているのか、そういうのを考えさせてくれるような映画なんです。なので、なんか人生について悩んだ時とか、どうすればいいのかわからなくなった時には、すごくおすすめの作品です。で、もう一個だけいいお話ししても、次は珍しくロマンスの映画なんだけど、私は基本的にロマンスの映画を見ないんですね。別に何か理由があって嫌いとかのわけではないんだけど、なんか見れないんですよ。その5分ぐらいで飽きちゃって、なんかもういいかなみたいになってしまうことがすごく多いんですね。すごく有名な映画だとしても、ある程度コメディとかミュージカルとかそういうのが入ってないと見れないんです。ずっとロマンスっていうのが、もうなんかね、なんでだろうね、見れないんですね、とにかく。でもそんな私でもものすごく好きな恋愛の映画があって、ロマンスの映画があって、それは何かというと、ビフォーサンライズっていう映画なんですね。で、私がこの映画を好きな理由は、全然違うんですよ。他の恋愛の映画と。何が違うかというと、すっごく哲学的なんですね。哲学的っていうのは自分の心とか感情とか考え方とかそういうのに関してお話ししてるような物語、そういうのについてお話ししてるようなことを哲学的って言うんだけど、めっちゃ哲学なんですよ、そのお話が。なんかもちろんロマンスの映画ではあるんだけど、あの、めっちゃいいの、本当に。とにかく見てほしい。もうすっごく素敵で、なんか、明日何があるかわからないじゃないですか。人間って。急に大きい地震が来るかもしれないし、事故に遭うかもしれない。でも、そういう風に、明日何があるのかわからないなら、大切な人と一緒に過ごしたいって思えるような作品なんですね。大切な人に好きだって伝えて、大切だって伝えて、そういう風に感じることができる映画なんです。ちょっと私の語彙力では皆さんに説明しきれないから本当に見てほしいんだけど、とにかく素敵なんですね。本当に。二人が話すシーンが多くて、もうずーっと二人で話してる映画なんですけど、二人の目線もそうだし、二人の話し方もそうだし、なんか、もうね、すっごい素敵なの。本当に。やばいやばい。オタクが出てるよね。やめますね、この話は。とにかく何が言いたいかというと、この作品を見てると、やっぱり大切な人と話す時間っていうのは、かけがえのない大切なものなんだなって思うことができます。例えば、なんか人と話してると、あ、この人とずっと話してたいって思う人っているじゃないですか。別に性格が合うとか合わないとか関係なくて、私も実際に親友がいるんですけど、その子と正直性格が全く合わないんですね。何もかもが違う。何もかもが違うんだけど、ずっと話してられるんですね。ずーっと何時間でも何時間でも話してられるような友達がいて、だからそういう風に話が合う人、一緒にいて心地がいい人っていうのが多分いると思うんですけど、そういう人たちとの時間を大切にしたいって思うような作品でした。だから何が言いたいかというと、すごくすごくおすすめです。私がもし映画何か一つおすすめしてくださいって言われたら、絶対に
ビフォーサンライズをおすすめします。なんか、この映画についての愛を語り出すと止まらないんだけど、この時間が一生続けばいいのにって、全く関係ない私が思う。全く関係ない、ただの映画を見てる人である私が思うくらい、ずっと続けばいいのにって思うくらい素敵な作品です。もう見てください、本当に。私のおすすめです。ぜひ、お願いします。で、皆さん感想を教えてください。絶対みんな好きになってくれると思う。哲学的なものが好きな人は特に、絶対におすすめです。じゃあね、今日はこんな感じで、ちょっとよくわからなくなっちゃったんですけど、とにかく言いたかったことは、私は感情移入をしながら映画を見るっていうことですね。自分と似てるなって思うキャラクターについて考えることは、必ずしも悪いことではなくて、ネガティブになってしまうこともあるけど、それ以上に自分を引き上げてくれる、自分を明るくしてくれる、救ってくれる、そういうきっかけになると私は思ってるんですね。なので皆さんも、ちょっと苦しくなってしまった時とか、人生についてどうすればいいのかわからなくなってしまった時とか、そういう時は、きっと皆さんも映画とかドラマを見たら、似てる人、自分に似てる人がいると思うんですね。だからそういうのを疲れてしまった時に見る映画として一つ持っておくと、本当に心が楽になると思います。今日はそういうことについて伝えたかったです。でも途中から私が好きな映画をひたすら語るお話になっちゃったんですけど、楽しんでくれていたら今日も嬉しいです。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日もいいなと思ってくれた人は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。